ジャガジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日はジフシーというコミュニケーションアプリが流行っとるっていう話をしていきたいんやけど、そもそも知っとる？最近アベマで特集されとんの見たな。株式会社アナグマっていう会社が提供しとるコミュニケーションアプリなんやけど、このアナグマは2018年に創業っていう結構若い企業なんやけど、それがコミュニケーションの可能性を開放することをミッションに事業を展開しています。で、これの代表取締役が西村正樹氏で28歳っていう結構若いんよね。ベンチャーって感じやな。で、学生時代から数多くのアプリをいろいろ携わってきて、今回ジフシーがヒットしたっていう流れになるんやけど、ジフシーのアプリ、コミュニケーションアプリの特徴がリアルタイムトーク機能っていうのがあって、声の代わりにテキストで会話する、電話のような使い方をすることができるよね。具体的には話したい相手、例えば千秋さんにジフシー使いたいってなったら、千秋さんを友達に登録して呼び出す。で、それで相手が応答した時のみテキストで会話することができる。電話みたいな感じか、本当に。だから、こっちが電話鳴らしても、向こうが応答できやんだら、もう通話はもちろんできんっていう感じなん。だから結構緊急性っていうか、今すぐ返事が欲しいのに、相手が気づいてくれんかったり、話したい相手がメッセージに答えてくれないって言った LINE とかである、そういうモヤモヤした気持ちを解消することができるって歌っとんのな。なるほど。だから LINE やと普通に無視されるとかな、あるからな。そう。で、使ってみたらわかるけど、メッセージの通知方法が電話のようにバイブでなるから、相手が気づきやすいっていうのも便利なところかな。忙しい相手とかやったら LINE やと通話が埋もれてったりするから。そう。今その場で1対1でチャットがしたいっていう時に呼び出してテキスト会話するみたいな感じか。内容としては、例えば今家におるとか、明日の集合何時にするとか、今返信が欲しい要件の時や、急ぎとかやな、とか、友達とかカップルとかでリアルタイムでちょっと話し合いたい時に、利用しとる人が多いと。で、テキストの会話やから、電車とか、仕事、他にも授業中とかかな、にも利用することができて、相手さえ応答すれば呼び出すことができるっていうのが、若者を中心に評価されとると。声出さんでいいからな。で、さっき言ったそのリアルタイムトーク機能っていうのが、通話状態になったら、チャットで、チャットっていうか普通に文章を打つんやけど、打った文字がリアルタイムで何を打っとるかっていうのが、相手にもわかる、表示される状態になって、で、一通り入力したら、それを文章を相手に送ると。送るっていうよりも、見られとるからそれを見せとるみたいな感じなんだ、打っとるところ。そう。だからもちろん打ち間違いとか予測のあれとかも相手に分かるっていうの一種の特徴やね。ジフシー自体が、今まで招待制のアプリやったんやけど、より多くの人に利用してもらいたいっていう形から完全に招待制はやめて誰でも利用できるようになったっていうことで、最近若者を中心に流行っとると。で、実際のユーザーの 90% 以上が学生っていうデータもあって、用とかわかるな。そうで、その中でも、特に女性の方が使われとるらしくて、70% くらいかな。だから、女性対女性、女性対男性っていうのが、一般的な使い方っていうのが紹介されとるな。で、これさ、俺らもそのアベマのニュースとかさ、ヤフーニュースで見て初めて知ったっていうレベルやん。実はやってみたよね、このジフシー。使ってみたな。どう？やってみて。結論言うと、別に LINE でよくないかなとは思う。そう。俺も全く同じ感想なんやけど、これ使うなら LINE でいいし、メッセージ送りたいなら。で、特に緊急性があるなら、電話でもいいかなって思うよね。使い方詳しく、具体的に言うと、チャットが始まると、お互いに打っとる画面が、そう。共有されるから見れるんよね。今リアルタイムで打っとるのが出てくるんやけど、打ったメッセージが上に積み重なってく、LINE みたいに積み重なってったりせんくて、打ったらどんどん消えてくんよな。消えてくっていうか、これで一旦区切りってすると、更新するともう消えるんよな、文字が。そう。で、過去のやり取りを見ようとすると、一旦その通話を切ってメッセージモードに変えて、過去に遡らなあかんから、ちょっと不便なんよね。それが実際の音声通話に近いものってことやんな。そうやな。音声通話やったら過去に何言ったかなんて記録には残らんわけやから、ずっとチャットの画面に釘付けにならなあかんわけやな。そうせんと相手が何を言っとったかっていうのがわからんくなるから。だから、ジフシーを利用しとる間は、もうジフシーしか見れん状態になるから、言ったら、ジフシーに集中するから、会話のテンポとかも良くはなるけど、相手も同じ時間ちょっと拘束してしまうことになるから、ある程度の関係性がないとさ、使うの厳しいと思うけどな。
そうやな。一応音楽とかさ、音声のバックグラウンド再生はできるけど、でもスマホの画面はチャットの画面を開いとかんと会話に流れがわからんくなるから、通話と一緒やな。だからそう拘束されてしまうっていう意味で、だからチャットの良さが消えとるとは思う。やな。悪く言うと。まあ、強いて言うなら、相手が打っとる文章をリアルタイムで見て、相手が何を打つかっていう予測ができるから、まあ、それに対しての回答とかも早く打てるから、会話のテンポ自体は、まあ短文でポンポン良くはなると思うな。ただ、入力しとる文字打ち間違いとか、もう全部見えとるから、誤爆が怖いよな。打ち間違いとかさ、そう予測変換とか怖いわ。打ち間違い5タップが怖い。カップルとかで、ジフシーでそのテキストを会話しとった時に、変なエロいワードが出てしまったりとか、あと、浮気とかさ、不倫とかしとったらな、浮気相手の名前とかが予測変換に出てしまうとかっていうことがあり得るような気がしたな。だから、結構気使うわ、打っとって。あとやっぱ消したところも見えるからさ、相手が本当書こうと思ってたことを消して言い方変えたりとか、柔らかく書いたなっていうのもわかるから、LINE とかやったらさ、打つ前に、まあある程度自分で考えて、持ち決めてから送るから、それができるけど、ジフシの場合は、そんなん言ってられんから。そうやな。だから、テンポが大事やから、ポンポン打ってきたいんやけど、ちょっと気をつけて打たんと、危うい気はする。全部、筒抜けになるっていうのが怖いよなっていうのがあるな。LINE でさ、メール並みに長文を送ってくるような相手とかには、どんどん返信できるから、打っとるのが見えるから。ああ、確かに。でも、絵文字とかさ、打っとる暇ないよな。ああ、ない。おじさん公文とか、絶対無理やんな。話題がその一つのことに対しての話題が結構やりとりが続くからさ、なんか LINE とかでさ、3つの話題がさ、同時に出とってさ、で、全部3つ返すとか、それのやりとりで、開業したりしてな。カップルとかやったら、そう、全然いいと思うけどさ、そういう関係性でもない相手とそれやるのだるいなって思った時に、まあ、GFC とかやったら、一つの話題で、まあ、テンポよくポンっていくから、それはいい点かな。ただこれ10分以上したくないな。疲れるし。疲れるな。うん、疲れる。本来多分、電車とか、声を出せやん場所で使うものやけど、普通にこのジフシーで友達とかと使うんやったら、もう電話した方が早いやろってなるな。そう。結局そこなんよね。使えるシーンがあんまりな、電車教室とか仕事場の会議室とかさ、しか使えるシーンがな、思い浮かばんのと、まあ、耳が不自由な人が便利なんちゃうかなって思ったぐらいかな。でも学生が授業中にこっそり使うっていうのも、まあわかるけどな。もうでもあれ、暇つぶしのツールやろ、もう。こうなってくると。だって別に LINE でもいいやんな。リアルタイムでボンボンメッセージ送るんやったら。物珍しさで使うぐらいの感じなんちゃうこれは。使い方みたいな YouTube とかのショート動画とか TikTok のショートとかも上がっとったけどさ、使い方結構しょうもなかったぞ。若者の使い方。どんな使い方したの？リアルタイムで相手が何言ってるかわかるからさ、好きで止めて、で男が好きなんとか、ありがとう俺もとか言った後に、スキンケア何使ってるのとか、すき焼き美味しいよねとか。もうほんま、なんか。ちょっとしょうもなかったわ。そう。ほんと学生のそういうノリやん。学生ノリやなっていう。実際やっとったら楽しいかもしれんけど。敬語でさ、やりとりするのめんどくさいな。そういう関係性やとか。なんか敬語で、ありがとうございますって、本当はありがとうですもん。ああ、確かにな。ありがとうございますって歌なあかんってなるとさ、見とる側からしても、もうありがとうって言った時点で、ありがとうございますってわかるからさ。テンポの大事にしとるところで敬語は確かにテンポ悪なるな。もともとカップルとか友達同士での会話を想定しとんのか。そういうことなんかもしれんな。じゃないかな。打つのがさ、遅いとこれ多分無理やな。そう。だから、おじさん無理よ、これ。うん。我々でギリギリやで。打っとんの遅い人がさ、打っとる過程を見とると、こっちがさ、例えば打つのすごい遅いさ、人、母親とか父親とかともしやっとったりしたらさ、多分打っとる途中で、イライラして先に返答してしまうな。そう。言ったらリアルタイムのテキスト通話と過去の会話戻れんからさ、何言ったか忘れるみたいな。おじさんにはついてけませんよ、これ。だから学生が 90%、その使用率っていうのは、まあ納得やな。中高年には絶対無理やわ、これは。無理。だから結局使ってみたけど、あんまりいいところをな、見出せんかったよね。一応、メッセージ機能あるから、だからメッセージ機能っていうのが普通の LINE でやり取りしとるような感じかな。文章そのまま表示されとって、まあ既読とかも。だから、うまく使えば、LINE に取って変わるツールには、なれんこともないやろなって思うけど、現状メッセージアプリっていうのも LINE 一強やんか。はいはい。別に LINE に対して不満もないけど、まあせっかくやったらそういう国内のさ、国産アプリをな。LINE もな、一応国産ネイバーの日本法人が開発しとるらしいから。まあそれでもな。せっかくならこういう純粋な国産アプリでな、
LINE にとって変わるぐらいになってくれたら、日本人としては嬉しいけどな。まあそのためには、まずは、まあこういう認知度を上げていくところからじゃないかな。正直さ、流行っとるって言われてもさ、本当かって思ったよな。そうそう。だから調べるとさ、そのアベマでもそうやったけど、いろんなそのメディアでさ、ネットのメディアでもう Z 世代で流行中みたいなの出てくるけどさ、実際に使っとる人のさ、声っていうか、Twitter とかインスタとかのさ、投稿が全然見られやんからさ、もう本当に流行っとんのかそうそうそう、本当に、どの界隈で流行っとんのかっていう、まず疑問からなったよな。なあ、古代広告やろ、これ。もう、そう、ステマな面もあるかもしれんけどな。怪しいけど、まあ、だからここまでさ、すごい持ち上げられとることにすごい違和感を覚えたな。だからこのアナグマっていう会社が、すごい広告に金かけてさ、その流行しとるっていう風に PR するように、うまいこと根回ししとるんかなって思ったまあわ。確かにな。広告にすごい、マーケティングがうまいんかもしれんけど、うん。全然それはそれでな、会社のやり方としては正しいと思うし、まあこうやって話題になった時点でもう勝ちやからさ。流行っとるって言い方はさ、いろんな基準があるもんな。確かにな。一般的に見たらな、全然流行ってないし。国内で全然な、流行ってない。例えば、周りで10人ぐらいしか使ってなくてもさ、流行っとるって言ったら、その人が流行っとると思ったなら、まあ流行っとるっていうことになるからな。確かにな。言い方次第やんな、それは。だから実際には流行ってないと思うけどな。でもさ、こういうさ、メッセージ系のアプリとかさ、通話のアプリってさ、火星の流行り、まあスタリがあってさ、で、ちょっと前にさ、クラブハウスって流行ったやん。流行ったね。も一瞬で終わったけど。う、そうそう。で、その前はカカオトークが流行ったりさ、まあそういう感じで時代の流れによって何が流行るか何が流行らんかっていうのはちょっと変わってくるし。なかなか難しいよな。それが本当に有用性があって、あるんやったら継続して使われるやろうけど、でもジフシーの場合は流行ると思えやんな。現状はな。でもいろいろ開発者も考えてスタンプ機能をつけたり改善の余地を見出しとんねやろ。らしいな。だから国産アプリということで便利になっていけば利用する側もとしてもありがたいけどな。まあ俺らからすればさ、使い勝手が良ければマジで何でもいいからな。そうやな、使う側はな。LINE が一番シンプルで便利っていうだけで使ってるだけやから。電話に取って変わるんやったら、俺、前動画でも話したけど、仕事で電話かけてくる人嫌いやからさ。だから、まあそれぐらい、仕事で電話かけてくるぐらいやったら、一応記録に残るジフシの方がいいなと思うわ。まあ確かにな。電話されるぐらいやったらな。でも、普通にチャットの方がいいけどな。それやったら。でも電話もさ、仕事での電話とプライベートでの電話ってまた別やん。そうやな。ジフシーやったら、電話感覚で気軽にプライベートでかけてきてもらっても全然いいとは思うけどな。そうやな。まあ仕組みはすごい斬新やなと思うけど。面白いよな。そうができるのがすごいと思う、まず。これからやな。でも応援したいなと思う。9割以上が、まあ学生がしようっていうことで、大人は全然知らん人が多いと思う。まあこのラジオがきっかけで、まあ聞いとる人も一回試しに、まあ、ジフシーを落としてみて、家族であったり、パートナーの人とやり取りしてみて、それでどんどん知名度が広がっていけば、それはそれで、まあ面白いんじゃないかって思うし。このチャンネルの視聴者の年齢層は40代やぞ、多いの。そうやったわ。ついてけやん。我々含めて。そんな感じで、今日はジフシーというコミュニケーションアプリが流行ってるっていう話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。